る日も来る日もじゃがいもを剥き続けるのはしんどいのだ。せめてピーラーが欲しいのだ。滑っちゃうのだ。人参が硬いのだ。どこ産の人参使ってるのだ。人参するのだ。ゴーグルなしで玉ねぎ切るのはきついのだ。こんな中で12時間のうどんはしんどいのだ。いい肉使ってないから切りにくいのだ。そもそも包丁が切れ味悪すぎるのだ。熱いのだ。せめてお水を飲ませてほしいのだ。という形で人件費をカットにカットした結果がこのずんだバリューのレトルトカレーなのだ。通りで水っぽいと思ったら涙でシャバシャバになっちゃったんですね。僕たちのせいなのだ。山火事なのだ。車の運転手さんもきっと怒ってるのだ。どうしたのだおちびたち。落ち着くのだ。山でどれだけ遠くまで石を飛ばせるか競ってたら影の下にたくさんの車が止まってたのだ。石がそれに当たって一気に爆発して燃えてるのだ。ごめんなさいなのだ。どういうことなのだ。先輩、明らかにおかしいのだ。崖下になんで大量に車が止まってるのだ。それにおちびたちの投げられる程度の石が当たった程度で爆発炎上する車。ちょっといいのだ。最近この辺りに不審な車が入っていくのをたびたび見かけたのだ。確かどれもアンコレンタカーの車でした。それも毎日よ。もしかしたら崖下の車はやっぱり見たことありますよ。アンコレンタカーって確か先月廃業したレンタカー屋じゃなかったのだ。先輩の言う通りなのだ。そして確か貸し出してたのは外国製の激安 EV なのだ。ってことは水じゃ消えないのだ。近隣の消防署に連絡をするのだ。あと警察にも。おまわりさん、僕たちのせいなのだ。ごめんなさいなのだ。おちびたちを逮捕しに来たわけじゃないのだ。落ち着くのだ。それであれがアンコレンタカーの車ってことなのだ。話を整理するとその可能性が高いのだ。ここ最近は雨も続いててショートしてた可能性も高いのだ。通報してればこうならなかったのに申し訳ないのだ。いや、情報提供感謝するのだ。本アンコレンタカーの家宅捜索に入っているのだ。廃棄処分に金がかかったんだもん。仕方ないんだもん。仕方ないで済まないのだ。山火事の分も請求するのだ。覚悟するのだ。消えへんだもん。最近は麦茶が注目を集めている。我々も麦茶産業に参入するぞ。でもずんだビバレッジはすでに麦茶があるのだ。あれは普通に工場生産した麦茶だろう。今の麦茶のトレンドはちゃんと夜間で沸かした麦茶だ。確かに夜間の麦茶は大変好評なのだ。でも夜間の麦茶は大人気だけど普通に生産するよりお金がかかるのだ。安心しろ。すでに大量の夜間とコンロは用意してある。すごいのだ。でも人件費はどうするのだ。そんなもん決まっているだろうが、お前らが24時間365日は貸し続けるんだよ。暑いのだ。蒸気で蒸し暑いのだ。夜間をハイペースで運ぶから足が棒になっちゃうのだ。これで時給400円は地獄なのだ。タイムカードはこっちで管理しているから安心して仕事に励めよう。3兄弟どうなってるのだ。日本のサカスタ問題でよく出てくるのが天然芝問題なのだ。サカスタのコストを語る上で重要ですからね。維持管理にお金がかかるベリシミンや競技が使えないことから公共性や収益性にマイナス要因となっているのが天然芝ですよね。その通りなのだ。サッカー界が天然芝にこだわる理由は人工芝では怪我しやすいことや国際的には人工芝より天然芝の方が標準だという理由から来るのだ。まあ理屈はわかりますが、天然芝の方が危ないという理屈はあるんですか？ないではないのだ。例えばサッカーのユニフォームは皮膚を露出させてるから野球などに比べてスライディング時に火傷しやすいのだ。それに天然芝とはスパイクの刺さりやすさが違うから捻挫リスクは高いのは事実なのだ。でも対策はできないんですか？できるのだ。ワセリンとか塗ったり火傷しやすい箇所だけテーピングすればいいのだ。スパイクも天然芝用だけじゃなく人工芝用のスパイクも存在するのだ。あ、ちゃんとそういうスパイクあるんですか？だって欧州でも天然芝じゃないグラウンドはあるんだから人工芝用スパイクも需要あるのだ。欧州にも天然芝じゃないグラウンドあるんですか？欧州だけじゃない、南米にもあるのだ。北欧とかは日照り時間が短く天然芝を維持するのには不都合なので人工芝をプロサッカーの競技場でも採用しているし、
南米でも高温多湿で天然芝が理想的に管理できないので人工芝にすることでコストカットしている事例はあるのだ。日本も秋春制で雪国のサッカーチームは管理難しいですし、人工芝解禁してもいいのでは。最短水天母のコンサドーレの芝なんてあれにやれてて、逆に人工芝よりリスク高いのではと危惧されてましたよね。それに、人工芝といっても第一世代、第二世代芝と違って今の第三世代芝はリスクを抑えられているのだ。他競技で見ても、あれだけペラ芝に苦しんできたファイターズはエスコンで人工芝採用に踏み切ったし、ラグビーの聖地、東の秩父宮も天然芝から人工芝に切り替えますよね。そもそも天然芝を FIFA が否定しているわけではないのだ。その地域特性に応じて人工芝でもいいよというのが FIFA の要求で。じゃあなんで日本は天然芝にこだわってるんですか？日本の場合はアジアサッカー連盟が天然芝規定が強いからなのだ。ACL などの大会では天然芝または天然芝 95% 以上のハイブリッド芝しか認めてないのだ。スピリタスじゃないんだから。理系はスピリタスは純エタノール扱いなのだ。ということで ACL に嫌われないために天然芝規定を設けているわけなのだ。とはいえ ACL の規定は日本のみならず他のアジア圏の国々にとっても大分負担がでかいのは事実なのだ。 ACL 規定に乗っかれるの、オイルマネーのある中東くらいでしょうしね。でもそれでも解決方法はないではないのだ。どんな解決方法ですか？上位リーグだけを ACL 基準にするのだ。ヴィッセル神戸を持つ楽天、三木谷社長のアイディアですね。でもそれ昇降格自体を廃止することになりますよね。J2 から J1 に上がったら人工芝やめるという方向性になると意味ないですから。そもそも昇降格自体が工業であるサッカーにとって出資を集めにくくサッカーチームの資産価値を毀損してる要因なのだ。それは確かに。何があったんですか？なんでもこんな山奥なのにガスとウォーターサーバー契約させられたらしいのだ。こんなのぼったくりなのだ。ちゃんと定款読まない方が悪いのだ。確かにここなら焚き木でお湯沸かせるしガスもウォーターサーバーもいらないですね。水だってその辺の川の水を沸かせば飲めるのだ。つい定額で安いからって契約しちゃったのだ。そしたらなんと解約料が数百万円ずつだったのだ。まあ悪徳業者は大体ダマくらかしてきますよね。1円でもいらない生活を送ってるのに何してるのだ。でもせっかくだから有効活用するのだ。有効活用ですか？どういうことだもん。明らかにガスの使用量と水の消費量が爆増してるんだもん。定額だからどう使おうがこっちの勝手なのだ。一体何に使ってるんだもん。山奥の素晴らしい景観を生かしたスーパー銭湯なのだ。解約に応じるんだもん。というか解約してくれだもん。逆に契約を迫ったのはそちらなのだ。お願いだもん。交渉だもん。来たからにはフィルター交換お願いするのだ。次は障害物競争です。あんこもんたちには待てないのだ。ずんだもんたちなんか余裕だもん。右足が絡まっちゃうのだ。お前たち邪魔なんだもん。ハードルが高すぎるのだ。痛いんだもん。すりむいちゃったのだ。前に進めないのだ。こっちに来るんじゃないもん。お前たちが近づいてくるのだ。ファンが高すぎて届かないのだ。お尻を打ったんだもん。滑っちゃうのだ。砂止めに入って痛いんだもん。脇腹が痛いのだ。もう走れないんだもん。あとたった一歩のところでこいつら倒れてるな。これは熱中症なのだ。救急車が足りてないのだ。搬送ルートを確保するのだ。ノーボールできる人ゼロみたいですね。さっきからここの公園は僕たちの遊び場なんだもん。そうだそうだ。でキックんだもん。工房なのだ。遊び場を取り返すのだ。やられたのだ。はいててなのだ。どこか遊べる場所を探すのだ。川の真ん中なら開けていて遊べるのだ。鬼ごっこするのだ。わーいなのだ。雨が降ってきたのだ。そろそろ帰るのだ。川の勢いが強まってる気がするのだ。本当なのだ。増水につきダムの水を放水いたします。水の勢いが激しすぎて泳げないのだ。怖いのだ。雨の勢いもどんどん増していくのだ。誰か助けてたのだ。寒いのだ。今月もノルマに立つだ。今日も残業してもらうぞ。当たり前だがノルマに立つ者に残業代なんて支払わないからな。景色が朦朧としてくるのだ。なんか視界がぼやけて見えるのだ。僕もなのだ。でもまだ15連勤の中日なのだ。
朝5時なのだ。お仕事に行く時間なのだ。そんな高熱で仕事なんてできるわけないじゃないですか。会社じゃなくあの世に着いちゃいますよ。お仕事。だから、うちのずんだもんは40度の高熱で出勤できません。これだから最近の若いやつは、俺が若い頃はな。他の人がいるでしょう。他のやつも皆高熱だと掛け病を使って休みやがるんだ。それは仮病ではないと思いますわ。暑いのだ。ゆで枝豆になっちゃうのだ。ホテルのシャワーはちょっと温度を上げるとすぐ激熱になるのだ。文明国のシャワーがこんなんじゃ他の国にバカにされちゃうのだ。ちょっとだけ冷ますのだ。先輩、まだお風呂から上がらないんですか？ホテルで飲み直ししようって買ってきた枝豆冷めちゃいますよ。アッシュ2000年だからお菓子食べるんでいいですけど。凍ってる？先輩、ドドドドしたらいいの足は。鯉のぼりなのだ。子供の日はやっぱり鯉のぼりをあげるのだ。わーい、スポットはまったのだ。ほら、遊んじゃダメなのだ。まあまあ、ちっちゃもんちゃんたちが楽しければいいじゃないですか先輩。まあ、元気なのはいいのだけども。その時だった。すごい強い風なのだ。何かに捕まるのだ。飛ばされちゃうのだ。怖いのだ。降りられないのだ。チビが鯉のぼりになっちゃったのだ。どうしましょう？ニコニコの人はフォロー、いいねを。YouTube の人はチャンネル登録、高評価をお願いしますのだ。Amazon 欲しいものリストも投稿者コメントにあるので応援お願いします。